今回から始まったこのチャンネル。何を作るか決めようとしたとき、机の上には箱が一つ置いてあった。そこにあったのは、タミヤ72分の 1F4U コルセアだ。久しぶりの模型制作。キットの状態を確認し、説明書と資料に目を通す。比較的新しいキットだったので、手を加えるところは少なくて済みそうだった。仮組みして状態をつかみ、内部の塗装を完了。いよいよ、組み立てに入る。さて、内部塗装が終わったことだし、早速組み立てるよ。前回塗り終わったけど。ただ、この部分は分割してあったので、塗装前に組み立てて合わせ目を消さないといけないから。時間がかかったけど、合わせ目消しと塗装、終わらせたよ。メーター類や座席のベルトは、デカール表現、すでに貼っているわ。それと、主脚を収納する箇所。同じ塗料を使うので、ついでにここも塗装したよ。内部の色を塗った後に、墨入れを入れて汚れを再現しておいたから。今まで飛行機模型では、ウェザリングはほとんどやらなかったから、うまくいったかどうかわからないけど。まあ、ここは内部じゃないから、後から塗装してもよかったんだけどね。ありがとう、つづみ。それと、手順が前後して申し訳ないけど、実は組み立てる前にやった方がいい作業が残っていた。何か忘れてたの？エンジンの塗装ね。ただ、ここの塗装だけど、説明書には、ガンメタルを塗るようになっていて。もちろん、その通りに塗ってもいいんだけど、いい方法があるから、それを解説したくて撮っておいたの。そう、とにかく早く組み立てたいからさっさと終わらせてほしいな。この部品を一旦ランナーから切り離して、ランナーから切り離した後はデザインナイフかヤスリで処理してね。次は、このように、爪楊枝等の細い棒に、両面テープを巻いたもので部品を固定するの。それから色を塗るわけだけど、最初は艶消し黒を全面に塗ってね。次にシルバーを使って、ドライブラシの要領で塗装します。ドライブラシって何？普通に色を塗るのではなくてね。まずは、こうやって筆に塗料を少しだけつけて、そして、いらない紙にこすりつけて、余分な塗料を落とすの。最初の塗料も少しだったのに、さらに落とすの？ほんの少し、塗料の粒子がつく感じになったら、それをこのようにして、塗装したいものに軽くこするようにして色をつけていくの。色を塗るというよりは、色を軽くこすりつけるといったイメージでやるとうまくいくよ。焦って多くの塗料をつけないで、少しずつ色をつけていくようにね。なるほど、なんだかエンジンっぽくなってきたね。銀色の部分と影の黒い部分がはっきりして、見栄えが良くなったよ。左がさっきドライブラシをしたもの。右が説明書の通りに黒鉄色を塗ったもの。仕上がりが違うでしょ？黒鉄色の方の仕上がりも良いけど、ドライブラシの方がツヤがない分、エンジンっぽくなっているね。さすが、つづみちゃん。これでおしまい。乾いたら組み立て始めちゃっていいよ。楽しみだね。つづみの方法で、エンジン部分がリアルに仕上がった。次は、お待ちかね、組み立て作業に入る。さて、組み立てるよ。組み立ての手順だけど、エンジン、コックピット、胴体、翼の順で組み立てます。エンジンから組み立てるの？説明書の順序では、まだ先になっているけど、この部分は先に組み立てても影響はないし、他を組み立てている間に接着剤が固まって固定できるから、最初に組み立ててしまいましょう。カウリングもここでつけるんだね。
カウリングをつける時の注意点だけど、このような空冷エンジンのプロペラ取り付け部分の位置合わせはきちんとしてね。ずれる可能性もあるから。次は胴体の組み立てに入ります。まずは前回も話したけど、胴体の中、コックピットから組み立てます。コックピット部分は胴体の中に組み入れるので、これから作業しないと進められないから。説明書を見ても、最初に組み立てるようになっています。そうだったね。じゃあお願いね。部品を見てもらうとわかると思うけど、かなり小さい部品なので、注意して組み立ててね。そして、ここでちょっとしたポイントだけど、説明書の1と2の部分に注目。組み立てる順序、1の右側を組み立てる前に、2の左側の作業を先にやった方が組み立てやすいと思う。説明書の順番で組み立てると、この部分の組み立てが難しいからね。A11 の部品の取り付けに苦労します。説明書の通りにやると苦労するって、どういうことなの？まあ、そんなこともたまにあるよ。たまにあるんだ。こんなハプニングもあるから、模型制作は面白いんでしょ？単にササラが不器用なだけじゃ。おい、そこのやつ、なんか言ったか？いえ、何も言ってません。あ、逃げたな。まあいいか。話進めるよ。次に先ほど組み立てたコックピット部分を胴体に接着します。ちょっと組み入れるのが難しいけど、うまく調整してね。左右の胴体部分を接着し、コックピット部分を挟み込むようにして組み入れます。しっかりと接着してね。ふむふむ。次に翼の組み立てに入るけど、ただ、その前にやることがあって、この造装っていうものなんだけど、実はこれ、取り付け式の燃料タンクで、戦闘の時には切り離しができる代物。これを取り付ける場合、翼のこの部品に裏から穴を2つ開ける必要があるから、忘れないでね。忘れてて後から開けることも不可能ではないけど、位置の確認が面倒だから。さて、主翼の組み立てだけど、主翼の上の部品、主脚を収納する箇所に部品を取り付けます。左右あります。そして合わせる部分に接着剤を塗り、貼り合わせます。この時、ずれないように合わせて、しっかりと固定すること。接着剤が必要になったら流し込みタイプのものを使って隙間に流し込んでね。主翼の前の方にもオイルクーラーを取り付けるようになっているから、これも取り付けます。翼の組み立てが終わったら、今度は先ほど組み立てた胴体と翼を接着します。これもやることは同じ。合わせる箇所に接着剤をつけて接着。接着剤は、つけすぎると良くないけど、この時点で少々はみ出しても大丈夫だからしっかりとつけてね。だんだん形になってきたね。接着剤が乾く前に、胴体と翼の取り付け部分が離れて固まってしまうかもしれないので、このようにマスキングテープを使って固定するといいかもね。ここで最初に組み立てたエンジンとカウリング部分を胴体に取り付け、それが終わったら、次は尾翼の取り付けだね。接着剤をつけてから取り付けるけど、大抵はこの作業、尾翼の角度が上に向いたり、下に向いたりでちょっと厄介なんだけど、このキットの場合、尾翼の合いがとても良く、すんなり取り付けることができたので助かったよ。いいキットだね。最初の組み立てはここまでだね。ササラ、お疲れ様。待ち時間は人によってだけど、ウップ主の場合は1日ほど接着剤がくっつくまで待ちます。それと、念のために造装が問題なく付けられるか、試しておいた方がいいかもね。もし、カウリングに干渉するようなら、
同層の取り付け部分を少し削って調整してね。接着剤が乾いたら、組み立ての時に発生した合わせ目を消していきます。サンドペーパーを使って削るけど、この作業の場合は、400番から800番くらいのものを使うかな。皆さんご存知かもしれませんが、念のために紙やすりについて話しておくと、数字が小さくなるにつれて目が粗くなり、数字が大きいと細かくなります。ふむふむ。どの番号の紙やすりを使うかは、これまた人それぞれだけど、ウップ主の経験では、400番より数字が小さいと、削りすぎたり、削り跡が目立ち、あまり数字の大きい紙やすりだと、なかなか削れずに作業がはかどらず、イライラするから。先ほど話したように、400から800番のやすりが適しているかな。そうなんだ。最初に400番で大まかに削り、その後600番から800番のやすりで表面を整えるといいと思う。なるほど、なるほど。それでも表面が気になるようなら1000番のやすりの出番になるけど、これはサフを吹いて表面処理をするなら、この時点であまり気にしなくてもいいかな。やっぱり今回もサフは必要だね。サフについては後で私が説明するね。その時はお願いね。さて、話を戻すけど、もし、溝や傷が目立つようなら、縦で一旦埋めてから再度削ってね。合わせ目がある箇所だけど、機首からコクピットまで、コクピット後ろから尾翼、下の主翼から尾翼付近、翼の前縁部分、そして、削り終わったら、紙やすりで削った付近の線が削れていると思うので、モールドって言うんだけど、削れてしまった箇所を、毛書き針などで修復します。やらないと消えたままになっちゃうのね。そして削った時に出たものは、しっかり取り除いてね。この後は、サフを吹いて表面処理作業に入るのだけれど、その前にやりたい作業があってね。やりたい作業って何？前回話したこと覚えている？前回、何だったっけ？折れやすい箇所、壊れやすい箇所の部品をキットの部品の代わりに、真鍮線や真鍮タイプを使って自作したものに置き換えるって説明したけど、今回はこの段階で済ませてしまいましょう。キットのものではいけないのかな？この写真見てくれる？この写真は、これは以前にウップ主が製作した72分の1の航空自衛隊の F2 戦闘機だけど、昔コンペに出そうとして急いで作ったのはいいけど、レドームの先にあるプトー管がものの見事に折れてしまってね。あらまあ、綺麗になくなっているね。このような浮き目に遭う可能性があるから、それを防ぐための作業かな。さて、作業を始めるけど、まず最初に、これを真鍮線に置き換えます。どうやるの？まずは、切り取ります。次に毛書き針などで、ドリルの目印をつけます。いきなりドリルを使うと、ずれてしまうことが多いからね。ふむふむ、なるほど。穴を開けるポイントは、いきなり太いドリルは使わず、その前に細いドリルを使って穴を開けてから、真鍮線と同じ太さのドリルを使います。穴が開いたら、0.5mm の真鍮線に、瞬間接着剤をつけて接着します。最後に適切な長さに切った後、瞬間接着剤で付け根部分を太くしたら、この作業は終了。これで丈夫になったね。そうだね。さあ、もう一つやるよ。ああ、確か気筒管というものだったね。そう、気筒管。これは回帰速度を測るものだけど、見た通り細い部品なので、実作金属パーツに置き換えるね。気筒管の製作前に、まずは翼の気筒管をつける穴にしっかり差し込めるように、ドリルで穴を深くします。
そして、適切な長さに切った真鍮タイプ、外径 0.6mm、内径 0.2mm の穴に、ドリルを差し込みやすくするために、再度毛書き針の登場。その後ドリルを使い穴開け。次に 0.3mm の真鍮線に瞬間接着剤をつけて、先ほど開けた真鍮タイプに差し込みます。接着後、0.3mm 真鍮線を長さに気をつけて切ります。これでピトー管の製作作業は完了。取り付けは、瞬間接着剤で固定して完成。写真を見てみてどうかな？いい感じだね。金属パーツになって頑丈になったし。そうでしょ？いい感じでしょ？二人ともお疲れ様。とりあえず今回はここまでかな。予定だとここで終わりだけど。だけど、何か気になるの？前回このキットを紹介している時に、ちょっと気になる部品があってね。もしかして、この部品かな？着艦フックの話をしたでしょ？フックの部分がどうも細くて長いから、ここも回収した方がいいと思ってね。フックがついている棒の部分、確かに折れやすいかもしれないけど、でも細い部品だから、改造中に壊れそうな気がするけど。でもやってみるよ。わかった。じゃあ終わったら呼んでくれ。この部品、どうするの？まずは、必要な素材を探しましょう。どこにあるの？この中かな？必要なものがあると思う。いっぱいあるね。使うかどうかわからないけど、使えそうなものを持ってきた。金属パイプと金属線、組み合わせはどうするかな？使えそうなものが揃ったようね。よかったね。さて、作業するよ。部品を切り取った後、フックを根元から切り取ります。ドリルで穴を開けるから、ここでも毛書き針の登場。その後、ドリルを使い穴開け作業。最初は小さいドリルで次に大きいドリルを使います。そしてウェーブの C タイプ、ナンバー2、真鍮パイプの穴、外径 1.1mm、内径 0.93mm に、瞬間接着剤をつけた溶白線 0.8mm を差し込み、長さを測って、パイプと溶白線を切断します。切った金属部品をキットのパーツに取り付け、フック部分は先端のみ瞬間接着剤でつけて完成。やってみると意外と簡単だったね。お見事でした。いい感じでしょ？ここも強度が上がったね。今回はここまでかな？結構長くなったけど、最後まで見てもらえたかな？今回はここまでです。次回はいよいよ、塗装かな？まだ表面処理があるけどね。あらら、勇み足だったね。次回は鼓の出番だね。頑張る。さて、もう時間的にあれだから。あら残念。それでは、次回の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。